今日は夏休み工作ナビの中から紙コップの工作を紹介するよ。最初の紹介は紙コップロケットだよ。すごくよく飛ぶ作り方だから悪い宇宙人をやっつけて遊ぼうね。次はゆらゆらって楽しむ工作だよ。モビールや鯉のぼりを作ったよ。3つ目は乾電池を転がしてトコ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 たくさん歩かせる作り方。では紙コップロケットから紹介するね。普通の紙コップロケットはまっすぐ飛ばないでしょう。でも回しながら飛ばすとまっすぐに飛ぶっていう実験。実験5でコップの底を取っちゃったら実験1の2倍も飛んだんだよ。ほら 3.1 メートル。これはね、何分でできるかって試したやつ。まっすぐ飛ばすコツは輪ゴムの付け方にもあるから、それは元の動画で見てね。別のコップでロケットを回しやすい発射台を作るよ。時間は5分。飛ばしてみたよ。まっすぐ遠くまで飛んだでしょう。この動画は紙コップの応用編。カップラーメンを飛ばして遊んでみたよ。悪い宇宙人をカップラーメンのロケットでやっつけたんだ。発射台にはペットボトルを使ってみたよ。だるまのロケットだよ。ペットボトルの底の形が輪ゴムを引っ掛けるのにちょうどいいんだな。この動画で初めてイカ星人が登場したんだよ。ロケットがよく飛ぶようになったから的を作って当てて遊ぶんだよ。的にするんだから悪い顔にしなくちゃね。それじゃあ次の動画でイカ星人と遊ぶよ。我々は今度こそ地球人を侵略してみせるのだ。どうしてドナルド大佐のロケットが一番飛んだのか、それは元の動画を見てね。イカ星人の地球侵略はまだまだ続くのだ。覚えておけ。次に紹介するのはゆらゆら揺れるモビールだよ。ここでは100円ショップで売ってる5色の紙コップを使うよ。吊り下げるのはやっぱり5色のイカ星人にしちゃった。宇宙船を2枚の紙皿で作るよ。アクリル絵の具の黒、裏返したらアクリル絵の具の青、全体はこんな感じ。イカ星人を5色で作る。まとめて作る時のコツは元の動画を見てね。イカ星人は5色揃ってもかっこいいでしょう。さあ、吊り下げるよ。
吊り下げる紐に輪ゴムを使ってるから、くるくるゆらゆらって楽しいんだ。次は竹ひごを使って4段にする本格的なモビールだよ。釣り合いを取るのが難しいけど、お兄ちゃんの作った設計図があるから元の動画を見てね。これはね、お父さんが僕に作ってくれた5色の鯉のぼりなんだ。SDGs 工作だって言ってたけど、子供の日に一緒に作れたのが嬉しかったな。今日最後の紹介は輪ゴムを使って乾電池を転がしてとことこ歩く人形だよ。とことこ歩くためのエンジンを3つ作るよ。試作1と2は単3電池。でも輪ゴムの使い方が違うんだ。試作3号は単2電池。これを使ってイカ星人を紐で操るよ。この紙コップエンジンを使って遊べるように6種類の人形を作ったよ。作り方は元の動画を見てね。まとめ。夏休み工作ナビの紹介動画でした。元の動画は概要欄にもあります。